こんにちは。ファイバーオプティックジャパンです。光ファイバーを導入する際、誰もが直面するシングルモードかマルチモードかという選択。かつては距離が長ければシングルモード、短ければマルチモードという単純な公式で語られてきました。しかし2026年、その常識は根底から覆されました。爆発的な AI データセンターの建設ラッシュ、そして現在進行形の世界的な紛争で使用される有線誘導型ドローン、これらの要因が複雑に絡み合い、光ファイバーの在庫と価格を激変させています。今日は2026年最新の市場データに基づき、本当に選ぶべき企画を徹底解説します。この動画を最後まで見れば、あなたが数年後にあの時別の企画にしておけばよかったと後悔するリスクをゼロにできるはずです。それでは始めましょう。シングルモード SM の構造と G657R15 の重要性。まずはシングルモード、通称 SM について深掘りします。コア径はわずか9マイクロメートル。これは髪の毛の約10分の1という細さです。光が分散せず、長距離でも信号が劣化しにくいのが最大の特徴です。ここで注目すべきは最新の G657R15 規格です。従来の G652R30 規格に比べ曲げに非常に強いのが特徴です。2026年の現在、宅内引き込み用のドロップケーブルだけでなく、後ほど詳しくお話しする軍事用ドローンでもこの曲げに強い SM ファイバーが大量に消費されています。シングルモードはもはや単なる長距離用ではなく、あらゆる過酷な環境での標準になりつつあります。マルチモード GI の進化とモーダル分散の限界。続いてマルチモード GI です。コア径は50または 62.5 マイクロメートルと太く、光が反射を繰り返しながら進みます。この通り道が複数あるという構造が短距離での接続を容易にする一方で、モーダル分散という信号の重なりを引き起こし、長距離通信を制限します。マルチモードには OM1 から最新の OM5 までのグレードがあります。2026年現在のデータセンターで使われるのは主に OM3 から OM4、そして高帯域の OM5 です。かつては安価な LED 光源が使えるからマルチモードはコストパフォーマンスが良いと言われてきましたが、最新のビクセル技術や SM 用トランシーバーの低価格化により、その優位性が問われ始めています。深掘り、コストの真実、原料とシステムの逆転現象。皆さんが最も気になるコストの真実について詳しく見ていきましょう。驚くべきことに、ケーブル1メートルあたりの原料コストはシングルモード OS2 の方が圧倒的に安いのです。具体的なデータを見てみましょう。 SM-OS2 の原料コストが1メートルあたり約 0.06 から 0.10 ドル、9から15円であるのに対し、高性能なマルチモード OM4 は約 0.25 から 0.32 ドル、37.5 から48円と原料ベースで数倍の開きがあります。 GI ファイバーは屈折率を精密に制御する複雑な製造工程が必要なため、製造コストが高くなるのです。ではなぜマルチモードが使われてきたのか。それは接続機器であるトランシーバーが安かったからです。しかし通信速度が 100G、400G と上がるにつれ、 SM 用トランシーバーの量産効果が進み、システム総コストの差は急激に縮まっています。150メートル未満の短距離でも将来性を考えれば SM の方が合理的であるケースが増えているのです。2026年最大の衝撃、ドローン需要と価格 6.5 倍の背景。ここが今回の動画で最も重要な2026年特有の市場異変です。現在、光ファイバー、特にシングルモードの G657 規格 R15 の価格が世界的に高騰しています。中国市場ではレアファイバー価格が従来の約 6.5 倍、つまり 650% も上昇したケースが報告されています。その最大の要因は AI 需要をしのぐ勢いで拡大している有線誘導型ドローンの大量消費です。電波妨害を受けない通信手段として、1機のドローンが1回のミッションで300メートルから長いものでは2500メートルもの細い光ファイバーを使い捨てます。
これが数千機数万機単位で運用されているため、世界中の G657 規格の在庫を飲み込んでいるのです。以前は4週間程度だった納期が今では20週間あるいは未定となることも珍しくありません。この事実は電気通信建設現場の調達担当者にとって無視できないリスクとなっています。 AI データセンターの潮流、ハイパースケーラーの選択。一方、民間の需要では AI データセンターが主役です。メタ、Google、AWS といったハイパースケーラーたちは、たとえ短距離の接続であってもシングルモードを標準化する動きを強めています。なぜなら、AI の学習に不可欠な超高速通信、400ギガや800ギガにおいて、マルチモードでは伝送距離の限界が数百メートルから数十メートルまで極端に短くなってしまうからです。将来、ケーブルをすべて張り替えるコストを考えれば、最初からシングルモードを敷設しておくことが最もコスト効率が良いと結論付けられています。 AI データセンターの配線設計は将来はオフィスビルの LAN 設計のモデルケースになる予定です。現場エンジニア必見、トラブル回避のプロの知恵。ここで少し現場での実務的なお話をしましょう。光ファイバーのトラブル、その約 80% は単面の汚れが原因であることをご存知でしょうか。1マイクロメートルの目に見えない塵が付着するだけで光の透過が 1% ブロックされ 0.05 デシベルの損失を生みます。さらに深刻なのがコネクタ規格の混在です。斜め研磨の APC 緑色と垂直研磨の UPC 青色を間違えて接続すると物理的に単面を傷つけ修復不可能なダメージを与えます。2026年の今、資材が高騰し入手困難だからこそ、こうした初歩的なミスによる資材の無駄遣いは絶対に避けなければなりません。清掃と規格確認、この徹底がエンジニアの価値を決めます。2026年版選び方の判断基準、クロスオーバーポイント。さて、これまでの情報を整理して具体的な選び方の基準を提示します。2026年におけるシングルモードとマルチモードの損得の分岐点、クロスオーバーポイントは200メートルから250メートルの間にあります。もし接続距離が150メートル以下で、かつ予算が極めて厳しく、アップグレードの予定がないのであれば、依然としてマルチモードは有効な選択肢です。しかし、距離が200メートルを超える場合、あるいは5年以内に通信速度を100ギガ以上に引き上げる予定があるなら、迷わずシングルモードを選んでください。市場の在庫不足を考慮し、少なくとも工事着工の半年前には資材を確保するスケジュールを組むことが2026年のプロジェクト管理の鉄則です。まとめ、世界とつながるファイバーオプティックジャパン。本日のまとめです。2026年の光ファイバー選びは、距離だけでなく、世界情勢と将来の AI 対応をセットで考える必要があります。シングルモードはもはや特殊なものではなく、あらゆるインフラの基盤です。この動画があなたの現場やプロジェクトの助けになれば幸いです。もし現場でこんなトラブルがあった、最新の価格をもっと知りたいということがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。すべてのコメントに目を通しています。次回は施工管理者から見た光ファイバー工事の流れについてお話しします。チャンネル登録をして次回の動画もお待ちください。それではまた次の動画で会いましょう。